海外で働くと日本がよく見えるのよ。また鎖国的な日本が。日本ってね、世界一魚が美味しい国。中澤さんはなんか寿司を握ってることを楽しんでると思う。我々日本人職人は堂々と胸を張る時代が来た。責任があるね。伝承する。ホワイトブラックの他にゴールドがあっていいんじゃないの、望む人は。そこを我々の業界はきちんと言っていかなきゃいけない。魚をもちろん寿司を食べるんだけど、一番の目的は人間を食べに行ってるんだな。春食べ焼きです。はい、ありがとうございます。食べやすいようにこれ筋全部取り除いてるの。美味しい。本当美味しい。中澤さんの経歴を経歴っていうか、もう誰でも知ってるっていうか、寿司業界では僕が修行時代からずっと見てきた人で、はい、こうやってお話できることも光栄ですね、本当に。はい、中澤さんとかを見てね、やっぱり中澤さんとか二郎さんとか新寿司天野さんとかね、やっぱり近松さんとかそうから、そういうやっぱり上の人がいたから僕なんかもやってやろうっていうか気持ちになったし、中澤さん今度ニューヨークでまたお店をやられるみたいで、もうすごいだなと思って、もうやっぱ最初ハワイに行った時からこの人すげえなと思って、本当に心から思ってて、でたまたま今田さんとちゃんと話したことはなくて、豊洲の3階の山崎製作所ってあって小物が売ってるとこ、そこでお会いして、僕あんまり職人さんに話しかけないんですよ、自分からは。で中澤さんここで話しかけとかなかったらもう会えないなと思って話しかけて連絡先聞いて、そこからそこから結構飲み行ったり食事行かせてもらったりしてて。それってね、たまに聞かれるんだけどね、もう本当にね、その時代っていうのはね、45年前ですからね、勉強しない人間は職人、勉強を普通にしたらサラリーマン、勉強いっぱいしたら先生って決まってたのね、分かりやすく。だからまあ勉強嫌いな人間がまあ職人になったっていう、まあ分かりやすい時代かな。今じゃもう大学卒業して、いい大学出た人が寿司屋になりたいって人がいる。すごい時代。すごい変わりようですよね。なんか今っているのかな、中卒とかそういうやんちゃなのって今の時代いるのかな。ないですよね。ど根性ガイドのなんかそういう梅さん、はい、梅さんそういう時代だった。なんとなくイメージで言うとね、地下10階ぐらいにいた感じかな。もう結婚するときにうちのかみさんが秋田なんだけど、秋田のお父さんお母さんがとんでもない寿司職人なんだ。もう絶対やめろと。いや、そういう職業だと。まあこういうふうにねなったことはありがたいし、まあ、そう認めてもらいたくて頑張ってきた感は我々の業界はあったかな。温度管理はあそこまできちんとやって出すっていう店は未だかつてなかったので、本当素晴らしい。でも形にすることっていうのは勇気がいることで、あれを形にする、それをきちんと言い切るっていうことはね、本当に難しい。だからそれはね、素晴らしい一つのこう革命だと思う。まあバブルですよ。バブルっていうのは必ず弾ける。そもそも我々は忘れちゃいけないこともあるよね。誘惑っていうのはいろんな誘惑があるんだけど、まあお金とか、まあそのお酒もそうだし、いろんなものがあるけども、誘惑に負けないってことをまず一つ決めておかないと、まあいい人間が悪い人間になりやすい。昭和の60年代から平成の頭にかけて、まあいい人が悪い人になった時でもあった。うちのオープンがちょうど平成元年だけど、やっぱりこう勘違いする時代、だから勘違いをまさしく我々寿司職人は今誘惑の時代だから、そこで勘違いをしないにはみんなでディスカッション、キャッチボールをして、俺大丈夫ってことを確認し合うってことが大事かな。なかなか難しいんだよ、自己管理って。だからその弾けた時っていうのを知ってるから、絶対弾けるから、みんなで信号を出し合うというか、大丈夫かっていうね。できるだけそういう調子に乗らないように。本当自己管理なんだけどね。
なんかこう一つのルールをね最初に決めとくと、自分は本当はそういうことを持つ人間だけど決めとくとやばいやばいってなるんだ。そうするとおのずとみんなが幸せになる。だから我々はどうしてもその誘惑、そこに負けないためにルールを決めとく。自分って何だったっけっていうね、そもそもね自分の昔を忘れるね。まあ自分に自信を持たないといけないけど、自信を持ちすぎるのも怖いかな。日本ってね、多分世界一魚が美味しい国。これはもちろん環境もあるけど、この4500種類ある魚の、でもそれだけじゃなくて漁師の釣り方、魚屋の手当て、これが群を抜いて世界一なのね。いいマグロを買いたくて、いい白身を買いたい時にだんだん流行ってきて、いいマグロが使えるようになった。それを目標にやってきた。やったと思った。けれどもそれが何年か続くと過保護になる。いつもそれが使えると気持ち的にサボるのね。その自分が嫌になった。だからハワイに行ったのは、そういう過保護じゃない違う魚を使って美味しくしたらやりがいがあるから、そこにチャレンジをしたかったのね。だから楽しかった、ハワイはね。自分もどっちかっていうと系統的には中澤さん寄りなんですよ。やっぱちょっともうちょっとなんかいろいろやってみたいなみたいな。ちょっとこうハングリーにね。そうですね、はい。パパイヤとかそのドライフルーツでこうかんぴょうにしたりとか、中澤さんそういう話聞いてすげえなと思って、もうなんか寿司を握ってることを楽しんでると思う。いろいろ挑戦することを。ハワイは良かったんだけど、風がね、幸せな風が吹きすぎて、なんかもう仕事しなくていいよみたいなね、ダメになる。まあ、そこはそこでね、うちのハワイの店は海禁止、ゴルフ禁止、最初からね、全員それだけ縛らないと、サーフィンやろうかとかね、ゴルフ行こうかになっちゃうの。我々の目的はそんなことをしに来たんではないと。ただそれをやってるうちに気づいちゃったことがあってね、自分は良かった、下の子が夢にならないわけよ。でそこに気づくまでにコロナで気づいたわけよ。でそこで気づいたことが、日本人の欠点、もうそれを洗脳された欠点、それは儲かってる、儲かってないっていうことの美徳、儲かってるが悪みたいな。職人が何いい車乗ってんの、それをずっと教育されたから、寿司屋風情がいいとこ住んじゃいけないでしょ。これを変えない限り伝授伝承はできない。つまり夢のある仕事にはならない。そこでね、コロナで切り替えたの。もう痩せ我慢をやめようかい。もうみんなに、日本人の職人、これはもう焼き芋の陶芸から、もう全て職人と言われる職業は分かる人が分かればいいとか、そういう儲けちゃいけないみたいなね、そういう痩せ我慢してから伝承できない。堂々と我々日本人職人は堂々と胸を張る時代が来た。それを今しないともう継ぐ者がいなくなるから、自分はいいからじゃなくて責任があるんでね、伝承する。それにはやっぱり夢がある仕事にする。海外で働くと日本がよく見えるのよ。また鎖国的な日本が。日本人って日本食、日本茶、日本酒、日本のこと見てないんだよ。実は知らない。ワインとか外国のものは見る。アメリカで成功してる日本人は見るんだよね。発信源で発信しないと発信にならないよね。だからうちは今回ウェイティングとメインと最後にお茶で最後は整う部屋っていうのを作ったのね。やっぱ最後に酔ったまんま終わるんではなくて、整う、余計に幸せになる。日本茶を日本でじゃなく、もうアメリカ人の方が勉強してるから、リスペクトだから。いや本当に寿司のこともアメリカ人の人がすごいんですよ。
ウニのブランドとか全部言うし、オタクっていうかね、そうですね、日本人より知ってて、いやもう知ってます本当に。でそういう人たちを相手してるとこう背筋が伸びるわけ、はいでやりがい、やりがい、そうですね。頑張んなきゃ、こうなんですよっていうことを我々も必死にやる。多分日本人が来てずーっと喋って置きっぱなしでやってると、あれどうして、もちろん気楽にやるリストロも必要、はいでもきちんと向き合うグランメゾンも必要。きちんと向き合ってくれる人が来るとやっぱ背筋は伸びるよね。キャッチボールしやすいわけ。ブラックってさ、何？ブラックっていうのはやりたくないことをやらせるのがブラック。職人という仕事になるにはホワイトじゃ無理なの。職人とはそもそも何か、一般人ができない仕事をできるようになるのが職人。職人になるには時間を余計働かないとなれないわけだ。それをね、ゴールドっていうんだけど、だからうちは必ずゴールドに、職人になりたいならやりましょう。ホワイトになりたいならホワイト行きましょう。それを自分で決められればいい。でも法律として最初からホワイトじゃないとダメっていう法律にしたら、日本から職人は誰もいなくなるよね。それで本当にいいの？日本は弱くなっていいの？やりたい人もやっちゃダメでいいの？ホワイトブラックの他にゴールドがあっていいんじゃないの？望む人は強制しなければね。そこを我々の業界はきちんと言っていかなきゃいけない。そういうことをいつもみんなで話し合える環境とか、キャッチボールできるそういう状況をいかに作れるか。それを作らずに縦社会のまんまでいったら、これはハラスメントブラックになるよね。我々60代の人間たちに言ってくれる仲間がいる。親方、それは違うんじゃないですか。これを聞く耳があるかどうかだよね。南波さんが今海外の進出っていうかマイアミの方ですね。されようと、はいいいんじゃないですか。アドバイスっていうか何かありますか？発信だから、発信をするための海外はすごくいいのね。ただね、一番勘違いになってくるのは、ビジネスから入ると大体失敗するね。発信をするっていうのは何かって言ったら、クオリティを守る。クオリティを守るっていうのは、日本ってこうだよと、ごまかさない、日本っていうのはこうなんだよ、こんなものがあるんだよ、すごい技術があるんだよっていう。でもクオリティを作るには一番大事なのは人がいるからクオリティだから、一番大事なのは人。クオリティが良ければビジネスにつながる。でも入り方がこっちから入ると人は逃げるから、人ありき、職人っていうものになった時にどれだけすごいことができるのかっていう価値、そこの入り方かな。中田さんなんかお好みでやると言ってましたよね。そうなの。今回ね、ハーフでお任せを、我々が作ったんだけど壊したい。ね、おっしゃってましたよね。今回のニューヨークの発信は、引き算が一つ、もう一個はお好みを戻す。でもう一個一番大事なのは、お金をそれだけにいただく、それなりの利益を取る。利を取るのに同じことをやって利を取るのはできない。じゃあもう一つ何をするか、見せる。所作。例えばネギを切るとか生姜を渡るとか、段取りをなるべくしない。うちは今回5人がカウンターに入って卵も目の前で焼くし、見せるっていうことをお客さんにカツオを削るとか、ライブと見せることで所作、多分帽子のかぶり方一つ、白衣の着こなし一つ、こういうものが一番大事で、歌舞伎を見て思うんだよ。綺麗だなって、内容よりも綺麗だなと思う。綺麗だなを飲食でやりたいね。ネギの包丁が入ってくるところとか、ライブ、これがね、美味しいだけじゃなく、所作とそこを見せることで価値を上げる。我々が寿司職人という職種を1ランク2ランク上げるには、人ができないことを見せないと失
こがやっぱり価値。それをまたアメリカの人は求めてるし、日本酒もそう。正確な日本酒、正確な日本茶、食前茶、食中茶、食後茶、これは日本酒も一緒だし、そういうものを正確に発信する。野球に例えたら1番バッター、4番バッター、7番バッターがあるように全員4番では勝てない。だから食材もお酒もお茶も必ず打順があるから、その正確な打順とは人によって違うから、常連の一番メリットはその人の好き嫌いが全部分かってるから完璧な打順で出せる。だからそれを我々がいかに管理して常に忘れないようにやるってことも大事だし、旬のものを完璧な打順でオーダーメイドで出してあげることが究極のサービスで、それができるのが多分日本人しかできないぐらいに細かいから、それを伝承していかないと終わらせてはいけない。そういえば寿司屋もなんか炎上してましたね、この間。なんか知ってます？炎上してたの。寿司が吉田さんでしたっけ？なんか殴られそうになった。分かりやすく言うと、昔お好みじゃん、トロ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 しか言わない人もいれば、ゲソでずっと飲んでる人もいるわけよ。でそれをこなした時代はもうこの間のそんなことがあろうがなかろうが全然へっちゃらなわけよ。あしらう技量器量があるわけよ。もうなんかどんな人が来ようがこなすのが晒しの職人だから、その向きになるも何もお客様だからね。写真を撮ってうんぬんだったら、すいません、このワインがちょっと匂うんで、ごめんなさい、ちょっとこっちに置きますね、ごめんね、すいませんって言えばいいでしょ。もう別に目くじら立てることでも何でもないし、ここは撮っていいんですけどこっちはねちょっと映っちゃうとやばいんですよ、ごめんなさいねって言えばいいじゃない。あるよ、自分だってもお客さんにちょっとやめて、他のお客さんの悪口言うのやめてくれるって言ってお客さんが何って言って帰っちゃった人もいるよ。いろんなことあるけど、向きになってこの野郎なんてことはないよね。そんなことはねあるわけがない。お客さんがこんなに偉いわけじゃないよ。でもあしらい方とかキャッチボールの仕方は基本中の基本かな。寿司屋が一番それはできますよね。うちがよく心技空って言うんだけども、やっぱり一番大事なのはファッションね。ハートがあって技があって、あとはその空気というか空間の空気の作り方。うわーっと騒いでる人がいる、今日はこういう人がいてすいませんしょうがなかったではない。その人たちの空気を作るのも仕事だから、我々は空気を作ることが一番難しいけど、心があり技術があり空間を作れるとお客さんが幸せになるから、それが我々さらしの職人がやるべき握る技術よりも大事かな。日本には江戸前と海鮮があるけど、海鮮っていうのは刺身を切って握る、江戸前っていうのはシャリに合うように手当てをして握る。でもその前、その700年前に伊豆市が、船寿司とかね、その伊豆市っていうのは発酵だよね。で今回はそのアメリカといえばサーモンだから、食べ慣れてるサーモンを発酵という旨味で食べさせてアメリカ人、これが寿司の最初なんだよ。でそのハーフコースの中に全部入れてみたの。もともとは寿司ってこうだったんだよってことの歴史をハーフコースの中でまず分かってもらってからのお好みと、寿司の歴史も食べてもらいたい。海鮮っていうのは要は生の魚を切って握る。これは新鮮がいいと思われた。例えばエビの踊りです。エビはやっぱりボイルした方がシャリに合うなとか、アワビはコリコリよりも少し蒸した方がシャリに合うなとかっていうことが40年も経って、そして平成以降江戸前がどんどん増え、北海道九州まで今江戸前が増えてるけども、シャリが主役なんだよね。寿司はシャリに合う状態にしてるから美味しい。もし海鮮ならこれ白ご飯でもいいんだよね。お寿司っていうのは酢とシャリとネタのバランスだから。でもそんな当たり前のことに気づくのに何十年もかかった。だからそれっていうのはやっぱり興味がなかったから、食に。この高度成長期からバブルにかけて食のことなんか言ってるのにオタクって言われたわけ、当時は。
そんなこと言ってやつはもうとにかく酒ガンガン飲んで仕事ガンガンするのが昭和40年50年60年平成にかけての日本人が一番強くなった時、そこで食にうんぬんなんてことはなかった。でもそれが終わった後に弾けてから食ブームが来た。これはたった30年なんだよ、日本のこの食がこんなにレベルが上がったの。それまではね、食にうんぬんなんていう人間はあいつオタクだね、それが昭和、仕事と酒だったからね、日本人は。江戸前の寿司と残ってたんだけど、ただほとんどが海鮮になってたのを食べやすいのがいいと思ってた。お酒も淡麗がいいと思ってた。それが平成5年以降にちょっと気づき始めて、例えば我々が若い頃にマラソン柔道やった時に水は飲むなって言われた。でも水は飲まなきゃいけなかった。我々寿司屋だったら新鮮がいいと思われたけど、実は寝かした方が美味しかったとか、今気づいてないけどそれを誰が先に気づくかの話。常識が実は非常識、非常識が実は常識ってことがこの世の中にいっぱいある。誰が先に気づくかだけ。美味しいです。ありがとうございます。最高です。この臓器の部分陶器。刻んで中に入れて、へこの塩で食べてほしい。ありがとうございます。最高です。